語りたくてしょうがない。一目惚れでもなく運命の出会いでもない。ただ隣に引っ越してきた男と少しずつ距離が縮まっていく。そんなありふれたシーンばかりなのに、私の胸が締め付けられて、ふとした瞬間に笑っていて、気づいた時にはもうアティとダオの世界から抜け出せなくなっていた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ダオは感情というものをどこかに置き忘れてきたような静けさをまといながら、それでいて幽霊が見える男だった。その事実にアティが触れるきっかけになったのは、友人の亡くなった恋人を殺した真犯人をダオの手を借りてようやく捕まえたあの出来事だった。そしてダオが何気なくエマと口にした瞬間、アティの中で何かが確かに揺れる。その名前はがんで亡くなった母の名前でもあった。抑えきれず問い詰めると、エマは子供の頃からの空想の友達の名前だとダオはあっさりと言う。その拍子抜けする答えに一瞬だけ力が抜けるが、アティはすぐに気持ちを切り替えて、だったら母の霊を探してくれと頼み込む。ダオは最初まるで取り合おうともしなかったが、友人のノースに背中を押される形でしぶしぶ引き受けることになる。ダオの静けさとアティの表に出ている顔と内面に抱えている感情のズレが不思議なくらい噛み合っている。レースでもしているかのようなスピードで車を飛ばすアティの隣で、ダオが一切揺れないあの瞬間、この2人は間違いなく会うと確信したのは私だけかしら。アティの家に着くと、ダオは能力を使って母の霊を探し始めるが、どこにもいない。それでも母が好きだった場所は正確に言い当て、いきなり能力を止めることができず、不本意にもアティの心の奥に触れてしまう。外側に見えているものとはまるで違う感情の渦。こんなにも深く沈んだ悲しさを抱えた人間に出会ったことがない。そう感じた瞬間、ダオの中で何かが崩れて、止めることもできず涙が溢れ続けたのだった。心を読まれたことに不快を感じていたが、母を探すためだったと分かっていたから責めることはしなかった。夜、エレベーターの扉が開いた先に立っていたのは偶然にもアティだった。ダオがコーヒーショップに行くと知るや否や、なぜか送ると言い出す。ついさっき戻ってきたばかりなのに、また外出していくその不自然な行動がやけに目立ち、この男はもう無意識に引き込まれているんだなと私の口角がわずかに上がった。ダオはコーヒーを口にしながら、元彼につきまとわれているから助けてほしいと言い出す。母を探してやる代わりにこれくらいはやって当然だろう、そんな空気をさらりと漂わせてくるから、アティは断る隙もなくダオの元彼と連絡を取り続ける日々に引きずり込まれていった。やり取りはチャットだけでは終わらず、ダオが元彼と会う日には半ば強引にボディーガードとして連れ出される。普通なら恋人だと嘘でもつく場面で、アティはめんどくさそうな顔のまま仕事だと一言だけ吐き捨てる。その投げやりさとは裏腹に、ダオは静かなまま一線をきちんと引く。言うべきことを迷いなく言い切る強さを見せ、そのギャップがやけに鮮やかで、アティはまた一つダオという人間の奥を覗き込んで見せられていたのに、自分でも気づいていないだろう。最終的にアティの母はタイにはおらず、実家のあるカリフォルニアにいる可能性が浮かび上がり、2人で春休みに向かうことになる。出発の朝、のんきに眠り続けるアティをダオが起こしに行く。その時点でもうこの2人の性格がはっきりと対照的になっている。空港では何も持たずに時間を持て余すアティがダオのイヤホンと本を借りてただ隣に座る。言葉はほとんど交わされないのに、なぜ私はこんなにも落ち着かなくてこんなにも満たされているのか、その理由を説明できる人がいたら本気で教えてほしい。エマの家にたどり着き、ダオは静かに彼女の姿を探す。やがてもうここにはいない。最後は穏やかだったと告げたその瞬間、アティは崩れるように泣いた。
7年間同じ場所に立ち尽くしたまま動けなかった男がようやくダオの助けで前に進めるかもしれないと思った瞬間だった。しかし帰国を前にダオが倒れる。霊にさらされ続け、力を使いすぎた代償が一気に押し寄せてきた。病院で目を覚ました時、隣に立っていたのはいつになく表情を崩したアティだった。回復してからの時間はどこか拍子抜けするほど穏やかに流れていく。朝食を作ろうとして見事に大惨事を起こすダオ。それを面白がって茶化すアティ。ギターを弾くダオの隣でドラムを叩くアティ。不意に自分もやってみたいと言い出したダオに何気なく教え始めたはずなのに、気づいた時にはもう至近距離になっていて、息がかかるその近さにアティの心臓が耐えきれなくなった。そのままでは心拍音が聞こえるのではないかと焦り出し、アティは逃げるようにファーに電話をかける。まるで今ちょうど着信があったかのように装ってその場から自分を引き剥がすのだった。タイへ戻る日、今度はダオが何のためらいもなくイヤホンの片方をアティに差し出す。その自然さが来る時とは比べ物にならないほど距離が近づいたことを物語っている。旅の疲れで眠りに落ちたダオを横目にアティは思わず柔らかな笑みを浮かべてしまうが、その直後にはハッとして自分を強く引き戻そうと顔を叩いて戒めた。何も変わっていないはずなのに確実に何かが動き始めていた。また次回お会いしましょう。ではでは。Too used to being so afraid, didn't recognize my own design till I saw your face. I feel it in my bones and I know the right way home. I get a little lost and I forget what I've got, but I'm following where you go. Only time will tell what we're made of. I feel like myself when I have your love. I don't really mind all the waiting if I got you, if I got you. When I think of all the years I spent trying to stand so tall, feeling like a kid. I know there's no future without you here, 'cause you saw my